これ生姜つけたのめっちゃうまい。
すごいな。でもまずはこれをかじってみる。めっちゃマイルド。まろやか。果実味がすごい強い。プルーンみたいな感じだね。なんかちょっとよもぎ餅って感じ。たけのこうまっ。失礼して。そう、梅干しをかじりながらな。歴史の重みを感じる。で今日発見したんやけどさ、これ乾燥した昆布で作ったら跳ねない。いつも出がらしで作ってた。あれ怖いんだ。出汁も出してない昆布でやってめっちゃ豪華じゃん。ちょっと高価でしょ。ちょっとやっぱ梅干しに敬意をからって。それ最高ですよ。これまたおかゆと食べるといいね。そう、おかゆに全部合う。めっちゃ考えて作ったよね。ちょっとこの濃い梅干しの香りが食べるようになったね。ぐるいなんて食べたことない。ちょっとぬるっとする。なんか名前っぽい味しとるよな。ぐるいすごいイメージの話。この昆布を間髪入れずにこのかゆをカリカリの奥やばいね。やばいよね。これやばい。車麩すごい好きで、沖縄のねフーチャンプルってあるじゃん。前作ったやん、お麩の。あれがね食べてみたくて、沖縄行った時にごちそうじゃなくてフーチャンプルを食べに行って、あ、これがフーチャンプル。
ハーブなんだな今日のテ尽くしーマです。は。そう。最近どんどんおしゃれになってきますな。彩りがいい。一番大きいのにした。なんかすっごい噛み応え。めっちゃうまいねこれ。私さ、強い炭酸苦手だからちょっと置いとくぐらいがちょうどよくて。これいいな。甘みもなんもないのに。爽やかだよね。うん。今日も上手にできた。めっちゃ上手だなこれ。うん。香りがするわ。ハーブの国の人たちはさ、ずっと乾燥のハーブをね、冬の間食べるんだけど、春が来たらフレッシュハーブが食べれるじゃん。ちょっと小躍りするんだって。でその間にフレッシュハーブをね、いっぱい食べ尽くしとくんだって。多分さ、日本の人がさ、山菜とか楽しみにするのと一緒だよね。ハーブが出たー言って。なんかね、普通のチーズより安くなってた。うまっ。めっちゃうまいこれ。シャレー。これ美味しいでしょ。結構ハマる。ハマるっしょ。うん。出来たてハーブオイルですよ。出来たてだと味違うもんな。これがね、いつもやっとる。これが意外と一番美味しい。これはおしゃれ。おしゃれ感じる？めっちゃおしゃれだよこれ。ワイン飲みたいもんね。これはおしゃれだ。これが一番うまかったりして。これすっごい匂いがちゃんとする。どうせオリーブオイルでしょって思うじゃないですか。ちょっと飲んでみたいねこれ。
ちょろっ。はい。もううまい。うまそうだね。振り付けんの？あ、まずはそのままで。サクサクですよ。うますぎ。ほのかに山椒の味する。もっといっぱい入れてよかった。めっちゃ入れていいかも。ちょっとさ、最初積んで、でよってやった時すっごいしびしびだったから、あんま入れない方がいいかなって思っちゃったんだよ。たけのこ好きにはたまらん一品ですね。やっぱたけのこと言ったらお肉と油だよね。やば。サクサク。これ生姜つけたのにめっちゃうまい。ほんと？うん。最初から生姜でいっちゃおうかな。うん。マジでうまいこれ。ぶっ飛ぶねこれ。新生姜ってさ、すっごいみずみずしくていいよね。うんうん。生姜好きですね。こんな生姜食べてなかったよ昔。ほんと？うん。おばあちゃんが何にでも生姜入れてたね。それだわ。生姜めっちゃ使うよな。好きだけどな。ただの豆腐と見せかけて卵豆腐はものすごい贅沢だな。それね、昔私も同じことをね、旅館で思ってね。贅沢すぎるだろ。うん。朝ごはんと思ってお味噌汁出てきて、豆腐の味噌汁ですね。ピシャーン。これは言って。味噌汁とご飯をね、好きなだけ食べていい店があるのよって言われて、うん、ほー言ってほうほう、ちなみにとんかつは好きなだけ食べちゃったって言われてで好きなだけ食べた。ご飯と味噌汁とキャベツ、うん、それはそうよ。3倍ぐらい食ったの。うん、そのぐらいの頃は食べたかもね。そんな食える女の子おる？だってめちゃめちゃお腹すかしとったよ。そのために。いや、毎日。うん。どこ行っても大人と同じもの食べてたもん、小学校5、6年生の頃には。大きかったからな。今と変わらんのやろ、身長。うん。もうこれだった。羨ましいわ。体重も変わってない。ほぼ変わってないんじゃない？本当に。十何年。アルバム見てみ？一緒の人おる。うん。この顔で二つ結びしたのが可愛くない？今入れてみますか。この時もそうやん。はい、ありがとう。あ、濃い。あ、でもハーブティー。でもなんかフレッシュ。うん。これはね、ハーブティーと飲むとね、リラックス効果が強いね。もう寝れそうだよね。もうね、そう、眠くなってきたのよ。何か入ってんのかな。